皆様こんにちは。いつも動画のご視聴誠にありがとうございます。本日はこれらのキューブについて具体的にどういった違いがあるかという比較をしていこうと思います。よかったらご視聴ください。こちらに置いてあるキューブは左から順番に V9、V10、11、11のカスタムキューブ、腕時計、スーパー V2 となっております。ではそれぞれキューブの特徴を見ていきましょう。まずは V9 です。こちらのキューブは非常に強力なコアマグネットによるアシストと柔らかい柔軟性を持っているキューブとなっております。V9 はもうとにかく一言で言い表すならば強力なコアマグネットアシストがあるキューブだというところですね。キューブ自体に柔軟性もとてもあるので、セッティングによってはコーナーピースがグリーンって回ってしまうピボットも起きるかなといったところなんですけれども、このキューブの性能上そこまでゆるゆるにして回すっていうこともないと思いますので、ピボットが心配なキューブだとかそういった不安要素になることは私は全くないと思っておりまして、で後ほどお話もするんですけれども、最近のキューブにはないビスのコアというのがありますから、ガシャガシャ回していても壊してしまうかもというような恐怖心がなく気持ちよく回すことができるキューブとなっているので、特に私は値段等を含め欠点がないキューブというふうに思っております。強いて言うのであれば、その強力なアシストによる独特な回し心地があるよというところなので、それを気に入るかどうかといったところで、このキューブがメインになるかどうかが決まるかと思っております。とても私は好きなキューブです。重さはマグレブで 76g です。お次にご紹介するのが V10 です。こちらのキューブは V9 のピース形状と比較をするとやや直線寄りに調整されたというような感じのキューブになっておりまして、マグネットの強さは弱とはいかないまでも中くらい、コアマグネットも弱とはいかないんですが中くらい、そのような感じのマグネットの感触になっております。コーナーカットも非常によく、一番最初の開封当初はコーナーカットがやや切りにくいかななんて思っていたんですが、回し込むとかなり成長してくれるようなキューブになりますので、今のあまり変化がないというようなキューブの中では一昔前のキューブというような感触があります。ウェイロン V10 は最高にいいキューブです。こちらはコアマグネットの磁力、接地面の磁力、そして私が持っているこのモデルはスプリングタイプなんですけれども、その回転の感触、すべてにおいて非常に回しやすいキューブになっています。これはどのキューブが好きかというただそれだけの話で、私の好みに合ってた私の回し方、指の弾く力に合ってたというところだとは思うんですが、特に V9 のような癖があるわけでもなく、さらに言うのであれば後ほどご紹介する11のような磁石が弱いねみたいなところがあるわけでもなく、とにかくいろんな方にとって使いやすいねって言ってもらえるようなキューブを作った、そういった素晴らしい完成度を誇っているキューブだと私は思っておりまして、このキューブはしっかり使い込んでいかないと最初はって思うかもしれないんですけれども、使い込んだ後のキューブの感触というのは抜群です。また最近のキューブによくあるコアが折れてしまうと、そういった心配ももちろんあるんですけれども、私は2万回転に迫るかどうかぐらいまでしか回してないんですが、壊れたということもないですし、11とかそういったキューブに比べると報告が少ないので耐久性はまあまあかなと思われます。重さはスプリングタイプで69。お次に11。このキューブは V10 とパーツ構造がほぼ同じというような作りになっているにもかかわらず、だいぶ柔軟性というのが強化されたキューブになっていると私は感じました。V10 がやや直線的だったのに対し、こちらは少し丸みを帯びた回し心地といいますか、完全にガンキューブを意識したような作りになっていて、
このキューブを触ってみて、パーツなどを見ただけではわからないところで回し心地というのは大きく変わるんだなということがよく分かったキューブになりますね。こちらのキューブはマグネットの感触として接地面、コアマグネットともに弱めという調整になっていて、非常に軽い力で回せるキューブとなっております。11はとにかくマグネットが弱いキューブが好きという方に好まれるキューブだと私は思っております。V10 ですとか、そういった今までのコアマグネットキューブっていうのが強かったよという方、今で言うならコアマグネットなしキューブの回し心地の方がいいんだけれども、もう少しだけ安定感が欲しいんだというような方にはドンピシャのキューブだと思われますので、重量自体も軽いキューブ、そういったキューブが欲しいという方にはぜひおすすめできるキューブだと思っております。しかしながらプラスチックコアの破損があるということは必ず頭に入れておく必要があると思います。重さはボールコアスプリングタイプで 62g です。お次に腕時計キューブです。スーパーウェイロン V1 とも言います。こちらのキューブは V9 の改良版という感じで二重マグネットにしてあるキューブになってますね。エッジにも磁石が入っていて、コーナーの磁力を調整できるというモデルとなっており、パーツの形状は V9 とほぼ同じような感じの形状になってるんですけれども、オートホーミングの引き付けなどもややマイルドになっており、そして何よりピボットというのが少し V9 に比べて強化されたという感じのキューブになっております。磁力の感触は強の状態で V9 とほぼ同じか少し弱いかなぐらいなんですが、ほとんど磁力の感じとしては V9 と同じぐらい。そこからコーナーピースのコアマグネットの足の距離をどんどん8段階で調整していくことにより磁力を弱く調整できるよという感じになっているキューブです。スーパーウェイロン、レビューではボロクソ言ったんですけれども、でもレビューの時にも言っていた通り、いいキューブはいいキューブであると。ですけれども、特に他のキューブと変わりないようなキューブをその値段で売る必要はあるのかというところに突っ込んで言っていただけであって、このキューブ自体の性能というのは実は非常に高いです。そしてコアマグネットの磁力というのを調整できるので、V2 ではなんか物足りないという方は案外この腕時計キューブというのがいい選択肢になってくるかもしれません。コアもビスタイプなので安心です。実はメインにしようか迷っております。重さはマグレブタイプで 73g です。お次にスーパーウェイロン V2。こちらはかなり柔軟性に特化したキューブとなっておりまして、先ほどご紹介した11よりも私の感触では非常に柔軟性が高いキューブになっているなという感想でした。11や V10 との最大の違いはコーナーのマグネットの調節ができるというところで、コアマグネットの距離を遠くしていくとコアマグネットなしキューブのような感触で回すこともできるので、8段階ずつの設定も含め非常にセッティングの幅が広いキューブとなっております。こちらは磁力を5に設定しているものなんですけれども、それでもオートホーミングは11に比べるとかなりある感じで、5の状態でも V10 よりももしかするとホーミング機能などはあるかもしれませんね。スーパーウェイロン V2、一番最初はグニョグニョしすぎててとても扱えないという話をしていたんですけれども、すごくいいキューブに育ちました。これ私は現状は11よりもこちらの方がいいかなというふうに思っているぐらいすごく回しやすいキューブです。一言で言うのであればとても柔軟性のある重量回転ともに軽いキューブです。重さはボールコアスプリングタイプで666。最後にフェローコア V2。こちらは11のカスタムキューブとなっておりまして、11と比較して接地面とコアマグネットの磁力を強くしてみたよというキューブになっております。先ほどご紹介したスーパー V2 よりも特にコアマグネットの磁力というのは強くなっておりまして、ピース見た目では全くわからないんですけれども、11に比べるとピース同士の接触をさらに向上させたというような作りをしたようですね。
回し心地の感触としては非常に V9 によく似ているキューブで、ただキューブ自体の重さはそこまで重いというわけではないので、やはり厳密には全く同じキューブというわけではないんですけれども、強力なマグネットが得意という方は非常に回しやすいキューブじゃないかなと思われます。色が見やすい。色が見やすいんです。内部がブラック。色が非常に見やすい。このキューブは色が非常に見やすい。非常に見やすい。何が見やすいか。色が非常に見やすい。見やすくってピボットしちゃうぐらい色が非常に見やすいです。回しにくい OLL なども回転が非常に軽いですから、スコンスコン回っていく感じですね。重たい潤滑剤を入れた場合、ここ S 列などはどうなるかは分かんないんですけれども、非常に色が見やすい。回しにくい OLL もサクサク回ります。非常に色が見やすい。詳しくはフェローコア V2 のレビュー見てね。色が見やすい。重さはボールコアスプリングタイプで一瞬69。最後にフェローコアを購入してコアの磁力などについて少し気になったことがあったので、そちらの比較をしていこうと思います。 V9 と腕時計キューブというのはピースのパーツ形状でしたり、コアマグネットの距離というのもほぼ同じような感じになっているんですね。つくかつかないかぐらいの、こちらはちょっと暗くて見えにくいんですが、ほぼ接触してるかしてないかぐらいのところにコーナーピースのコアマグネットがついてるんですね。それはこちらの腕時計も一緒で、コアマグネットに非常に近いところにコーナーの足の磁石がついているという作りになっているんですね。なのでややマイルドに感じるのはこちらのピースの素材が違うというところで、回転の感触というのが変わっているのかなというのがこちらから分かりますね。お次にこれら3モデルのベースとなっている V10 なんですけれども、こちらもそんなに遠いという感じではないんですよね。ですから V9 のようにバコンバコン引き付けをするかというとそういう感じではないんですが、しっかりオートフォーミング機能もありますし、接地面の磁石とこのコアマグネットの磁力の関係というのが非常にバランスよく仕上がっているキューブとなっていて、とても回しやすいキューブですね。こちらは11なんですけれども、透明のコアマグネットになってるからというのがありそうな気はするんですけれども、ややこちらの方がコアマグネットから遠いように見えるんですよね。ですから少しコアマグネットの引き付けというのが V10 に比べると弱くなっているというふうに私は感じるんですけれども、それはこちらのスーパー V2 と比較をしてみるとよくわかるんですよね。偶然なんですが11とちょうど同じぐらいの設定がいいかなというので使っていたみたいです。ですからこれを1のところまで調節するともう少し近くなりますから、ですからこちらの V2 でいうと1段階2段階ぐらいの差は V10 と11にありそうだなという感じの距離感の違いを感じましたね。11のコアマグネットとの距離はこんな感じ、スーパー V2 とコアマグネットの距離はこんな感じ。これを設定1、一番強い設定にしてみます。どうでしょうか。かなり近くなったの分かりますかね。こちらが5、こちらが1。だいぶ距離に違いがありますね。ですからこちらの本当に8段階の設定の1個2個違うぐらいの差はありそうな感じですよね。そして最後に11のカスタムキューブフェローコア V2 になります。こちらはパッと見てわかる通りボールコアの径がかなり小さいんですよね。 V10 と比較すると一回り二回りぐらい小さいボールコアが使われている感じなんですね。11も V10 と同じ径ぐらいだと思うんですけれども、透明と白で見え方がやや変わってくるっていうところはありますが、同じぐらい
のボールからすると一回りか二回りぐらい小さいボールコアが使われています。そしていろいろ試していて気づいたことだったんですけれども、コアマグネットとコーナーの足の磁石との距離は約1ミリぐらいですね。ですので、以前こちらのレビューでお話ししたこちらに1ミリの磁石をつけるとこれになるかもというのは厳密にはできなかったんですね。これをこれに付け替えるとですね、もうこことここがこういう感じに離れてしまいまして、ちゃんとキューブが接触しないような感じで、ちょっとここがギュッて押してしまってるという感じになってしまったので、11のコーナーピースをフェローコアのコーナーにつけた場合ですね、この距離感よりも明らかに遠くなるんですけれども、オートホーミングの感じ、ほぼこちらはないんですが、磁力、オートホーミングともにこれと同じような感じになったんですね。したがってこちらのフェローコアで考えられることは、この小さいボールコアの中に入っている磁力というのが少し強くなっているというのが言えます。確かにコーナーピースについている磁石の距離というのも少し出てはいるんですけれども、ご覧の通りかなりボールコアから距離が離れているんですね。それであれだけの吸着をするということは、少なくともこちらの磁力が相当強いんじゃないかということを推測して11のコーナーピースをつけてみたんですけれども、まさにその通りで、ややこちらの磁石というのが強くなっている作りになっておりました。そんな発見がありましたね。久々にしてはまあまあだな。はい、いかがだったでしょうか。パーツの形状がほとんど同じというような作りだったとしても、だいぶ回し心地というのは各キューブによって変わってくるんですね。その中でこのキューブはどういった方にお勧めできるかなというのをまとめて締めくくろうと思います。まず強力なマグネットが好きだという方にお勧めしたいキューブが V9 腕時計フェローコア V2 となっております。マグネットが強いことにより立方体をカチッと保ってくれますから、少しキューブを緩めたセッティングにしてもあまりガシャガシャすることがないので、安定して回すことができます。そしてこれら3つのキューブに共通している点が、非常に柔らかい回し心地というところですね。直線的なキューブと比較すると、やはり回している時の角が丸いな、内側が丸いなという感じがあって、慣れると非常に回しやすいキューブになるのがこちらの3つとなっております。そしてマグネットが弱いキューブがいいという方には11とスーパー V2、 こちらの2つをお勧めしたいですね。パーツの形状自体はここの奥の4つというのは全部一緒なんですけれども、個人的には本当に細かいところで言うのであれば、実際ピースの形状というのが少しずつ変わってるっていうのもあるかもしれないんですけれども、主にマグネットの強さで回し心地が変わってくるというところがこちらの奥のキューブ4つになると私は思っていて、マグネットが弱いこと調節できる、こういうことによって柔軟性がより V10 に比べて上がっている。ですのであまりホールドとかに力を入れずに回すという方、とにかく軽いキューブがいいという方、そちらの方は11とスーパー V2 というキューブが非常に回しやすいキューブになってくると思います。そして私がどんな方にもおすすめしたいなというキューブがやはり V10 ですね。コアマグネットの強さと接地面のマグネットの強さ、そしてコーナーカット、スプリングが自分の手に合ってるといった全ての面において私が非常に回しやすいというだけなんですけれども、以前過去の動画でお話ししたこともあったんですが、モーユーさんのキューブっていうのは120点とかをつけてくれるわけではないんだけれども、どんな方に渡しても85点ぐらいはつけてくれるキューブを作ってるよねみたいな話をしたことがあったんですが、こちらは本当にそういう感じのキューブで、グーホンプロのように非常に直線的であるという回し心地であるわけでもないし、こちらのマグネットがやや弱いというそういった条件から回し心地が変わってくるというのもあったりするんですが、ピース形状が全く一緒の柔軟性が高いキューブほどぐにゃぐにゃするということはないんですね。そして接地面のマグネットですとかコアマグネットのアシストというのも非常によく、私が一番いいなと思うのは絶妙なコーナーカットですね。
特に好みがないよという方には、私は V10 を一押しでおすすめしたいですね。以上になります。本日も皆様の貴重なお時間を動画視聴に当ててくださり、誠にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。みんな聞いてくれ。ボスからのメッセージだ。内容は3つ。1つ、初代 SE に100均の広角レンズをつけたら、ご覧の通り画質が昭和になったこと。これは後に解決するらしい。2つ、大量のキューブの掃除ついでに M Pro V2 をメンテしたら、すごく良くなっちゃったらしい。そして3つ目、毎回ソルブ動画を撮るとき、ボスは身元を隠すために画角に顔が映らぬよう、フェリックスが世界記録を出した。そう、彼のゼムデグスが股間でピラミンクスしているあの動画のように、顔を少し引きながらソルブするのが非常にやりにくいとおっしゃっている。ボスからは以上だ。何か質問あるか？ブチャルティ、このビデオ何かおかしい。何？説明してくれ、ジョルノ。ボスが YS3M をしまっている。これはどういうことだ、ジョルノ。まさか M Pro V2 がメイン。ところでよ、すごいよく見えるエッジ、もうフェローコア V2 でいいんじゃねえか？そんなわけにはいきません、ミスター。このジョルノ・ジョッバーナには開封しなければいけないキューブが。次回、すごいエッジ。